皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI の世界地図が5月のたった1週間で米中央同時に書き換えられた話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。同じ1週間の間に中国はモデルを世界に向けて開放し、欧州はルールを書き換え、米国はスマートフォンそのものを作り直そうとし、そして日本でも個人投資家が新しい上場投資信託、いわゆる ATF を通じて AI の主権争いに参戦し始めました。米中欧プラス日本という4つの国が同じ週に同じ方向ではなくそれぞれ違う形で動いた、まさに歴史の節目のような1週間だったのです。今日のキーワードは主権 AI という言葉です。主権 AI とは AI のモデル、規制、お金の流れ、そして手元の端末までを自分の国でコントロールしようという考え方です。例えばエネルギーや食料を他国に頼りすぎると安全保障上の弱みになりますが、今や AI も同じ立ち位置になってきました。国としての AI をどこの国の技術で動かすのか、どんなルールで縛るのか、どんな端末で使わせるのか、これらを全て自前で揃えようとする動きが世界中で一気に加速しているのです。今日は5つのセクションでお届けします。1つ目が中国のオープンつもみモデル4種、2つ目が欧州の AI アクトオムニバス改正、3つ目が米国の AI エージェントスマホ構想、4つ目が半導体とクラウドの最新動向、そして5つ目が日本の私たちにとって何が示唆になるのかというお話です。それではセクション1、中国の動きから見ていきましょう。今週、中国を代表する4つの AI 企業がほぼ同じタイミングで最新モデルを公開しました。 GAI の GLM5.1、 ミニマックスの M2.7、 ムーンショット君の K2.6、 そしてディープシーク V4 の4種類です。いずれもオープン化み、つまりモデルの内部のパラメータを誰でもダウンロードして自分のサーバーで動かせる形式で公開されました。エアストリートプレスが発行したステートオブ AI2026 年5月号によると、これら中国製モデルはエージェントとしてソフトウェア工学のタスクをこなす評価で欧米トップとされるクロードオーパス4.7とほぼ同じ水準に到達したそうです。しかも推論にかかる費用は3分の1以下、つまり性能はほぼ同じでコストは大幅に安いという状況が1週間で生まれたわけです。さらに中国は第15次5カ年計画の中でロボティクス、つまりロボット産業を AI の主戦場として位置づけました。ソフトウェアだけでなく工場、物流、家庭用のロボットといった物理的な世界の応用に AI を振り向ける方針を国家戦略として打ち出したのです。これは AI を画面の中の道具から現実世界を動かすインフラへと格上げするという宣言と言ってよいでしょう。続いてセクション2、欧州の動きです。5月7日、ヨーロッパ連合の理事会と議会は AI アクトオムニバスと呼ばれる改正案で政治合意に達しました。 AI アクトは世界で初めて本格的に AI を包括的に規制する法律で、もともと段階的に施行される予定でしたが、現場の混乱が大きいという声を受けて一部のスケジュールが見直されました。具体的には医療や採用、信用評価などに使われる高リスク AI システムの規定は当初予定通り2026年8月2日から施行されます。ここは動かしません。一方で新しい技術を試すための規制サンドボックスと呼ばれる仕組みの設置期限は2027年8月2日まで1年延びました。さらに AI で作られた画像や動画に印をつけるなどの透明性義務については、企業に与える猶予期間がもともと6ヶ月だったものが3ヶ月に短縮され、期限は2026年12月2日となりました。中堅企業や中小企業への配慮も拡大されています。つまり欧州はルールを緩めるところと締めるところをメリハリをつけて再設計したわけです。同じ週、
欧州の千葉の AI 企業として知られるコヒアとドイツのアレフアルファが合併し、合計の評価額がおよそ200億ドルに達しました。日本円でおよそ3兆円規模です。これは欧州の主権 AI の中核プレイヤーを一つにまとめるという政治的にも経済的にも大きな動きとなりました。セクション3、米国の動きに移ります。アメリカではオープン AI が AI エージェントに特化した独自のスマートフォンを開発中であることが明らかになりました。主要なチップメーカーや製造業者と手を組み、画面の中のアプリを一つ一つ起動して使うのではなく、 AI エージェント、つまり AI の執事のような存在があなたの代わりに考えて動いてくれるという新しい使い方を中心に据えた端末です。指揮を執るのはアップルの元デザイン責任者であるジョニー・アイブ。 iPhone を生み出した張本人が今度は iPhone に置き換わる端末を作ろうとしているわけです。背景にはアップルが Google のジェミナイを年間およそ10億ドルの契約料で取り込み、Siri と統合して20億台の iPhone に展開しようとしている動きがあります。これに対するカウンター、つまり対抗策として OpenAI は自前のハードウェアを持つ必要があると判断したのです。さらに同じ週、クラウドフレアとストライプが AI エージェントのための自律取引プロトコルを共同発表しました。これは AI が人間の手を介さずにアカウントを作り、ドメインを買い、アプリをサーバーに配置するまで全て自分で完結できるようにする仕組みです。 AI がインターネット上で経済活動の主体になる時代が技術的にもう目の前まで来ているということです。セクション4、半導体とクラウドの動向を補強しておきます。5月6日、NVIDIA とコーニングがデータセンターの内部で使う光ファイバー、つまり光のケーブルを内製化するため32億ドルの新工場建設を発表しました。 AI の計算にはサーバー同士を超高速でつなぐ配線が欠かせません。その心臓部の部品を自分たちで囲い込むということです。クラウド大手3社の2026年第1四半期の売上成長率も発表され、 Google クラウドがプラス 63%、 マイクロソフトの Azure がプラス 39%、 AWS がプラス 28% となりました。 Google のサンダー・ピチャイ最高経営責任者は、計算資源の制約のせいで取れたはずの売り上げを逃したと発言しています。需要に対して供給が追いついていない、それほど AI の計算需要が爆発しているという意味です。加えてアンソロピックは評価額9000億ドル、日本円でおよそ135兆円という規模で500億ドルの資金調達ラウンドを準備中と報じられました。オープン AI の年間経常収益、いわゆる ARR は250億ドルに到達し、メタもミューズスパークという新サービスを発表しています。 AI をめぐるお金の流れも文字通り桁が一つ上がってきました。セクション5、最後に日本の私たちにとって今週の動きが何を意味するのかを整理します。注目すべきニュースの一つが X のユーザーロックコールザハンターさんの投稿でした。 SBI 証券や楽天証券で買える AGIX-ATF を使えばNVIDIA、TSMC、そしてアンソロピックをはじめとする AI 関連企業に分散投資ができるというお知らせです。この投稿にはおよそ1980件のいいねがつきました。なぜここまで反応が大きいのか、それはこれまで未上場で個人にはなかなか手が届かなかった AI スタートアップに ATF という形で間接的にアクセスできるようになったからです。主権 AI の主戦場は国家と巨大企業の戦いに見えますが、日本の私たち個人投資家もお金の側から参加できる入り口がついに用意されたわけです。ここから私たち日本の視聴者にとっての示唆を3つ挙げておきます。1つ目は投資の観点。 NVIDIA やアンソロピックなど個別の銘柄を追いかけにくい方は
ASICS のような ATF を使って広く分散する選択肢があるということ。2つ目は端末の観点。OpenAI の新型スマホが登場すれば、アプリ中心の世界がエージェント中心の世界に置き換わる可能性があります。今のうちから自分の仕事や生活のどこをエージェントに任せたいかを考えておくと移行に乗り遅れません。そして3つ目は規制対応の観点。欧州の AI アクトオムニバスは日本企業の海外向けサービスにも影響します。 AI で生成した画像や文章に印をつけるというルールはいずれ日本国内にも入ってくる可能性が高いので、早めに社内のルール作りを始めておくのが安全です。それでは今日のまとめです。1つ目、モデルの開放。中国の4つのオープンゼミモデルが欧米トップに肉薄しました。2つ目、ルールの改定。欧州が AI アクトオムニバスで締めるところと緩めるところを再設計しました。3つ目、ハードの再設計。オープン A は IVE 体制のもと AI エージェントスマホで iPhone に対抗します。そして4つ目、個人の参加。日本では ASICS-ATF を入り口に私たち一人一人がお金の側から AI 試験レースに加わり始めました。モデル、ルール、ハード、個人、この4つの軸がたった1週間で同時に動いた今週は、後から振り返ると世界地図が書き換わった節目だったと言えるかもしれません。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。